江戸の涼をめでる金魚、水面に揺れる癒しの宝石。皆さんこんばんは、ヨッシーです。蒸し暑い日本の夏、私たちは冷房の効いた部屋で涼をとりますが、江戸時代の人々は目と耳で涼しさを生み出していました。その象徴ともいえるのが水面に揺れる真っ赤な宝石、金魚です。現代のように横から眺めるのではなく、上から眺める上見という独特の美学。今夜は江戸っ子たちが愛した癒しのアイドル、金魚の物語を紐解きます。第1章、江戸の町に響く声、金魚を、金魚を。金魚、金魚、金魚、金魚。江戸中期、養殖技術が進むと金魚は庶民の手の届く存在になりました。見て、ここの金魚、くるくる泳いでる。わあ、田の近くですごいね。夏の夕暮れ、街に響き渡る金魚売りの声。彼らは金魚が弱らないよう桶の中に水草を入れ、天秤棒を適度に揺らして水に酸素を送り込む職人技を持っていました。わずかな銭で手に入れた小さな命を長屋の軒先の鉢に放つ金魚が泳ぐたびに広がる波紋を眺める時間は、江戸の庶民にとって日々の疲れを忘れる最高のリラックスタイムだったのです。第2章、江戸っ子を虜にした金魚のスターたち。江戸時代、金魚は姿形の珍しさでまるでお宝のように扱われていました。最も親しまれたのは素早く泳ぐ和金。そして江戸後期に琉球経由でやってきた優雅な尾ひれの琉金は当時の人々にとって憧れの高級ブランドでした。極めつけは背びれがなくどっしりとした風格の蘭中。息を重んじる江戸っ子たちはこの蘭中を上から眺め、その背中の美しさを競い合ったといいます。第3章、浮世絵師たちが描いた金魚の宇宙。諸君、この出来栄えはいかがかな。素晴らしい。まるで生きているようだ。金魚が素晴らしい出来だ。江戸の金魚ブームは名だたる浮世絵師たちの筆をも動かしました。まず圧倒的なユーモアで人々を笑わせたのが歌川国芳。金魚を擬人化して踊らせ、シャボン玉を吹かせる金魚尽くしシリーズはまさに江戸の遊び心の結晶です。そして晩年に三代目豊国を名乗った名将歌川国貞。彼の作品二五五志向、今用美人、金魚好きには大きな鉢を囲み、金魚を愛おしそうに見つめる女性と子供の姿が描かれています。水面に映る赤い影とそれを見つめる優しい眼差し。こうした金魚をめでる日常そのものが江戸の美意識そのものでした。さらに美人画の巨匠北川歌麿もまた金魚をめでる情景を残しています。金魚遊びと題された作品には身を乗り出して鉢の中を覗き込む娘たちの生き生きとした表情が描かれています。絵師たちが競うように描いたこれらの作品は江戸の人々がいかに金魚を愛し、その一瞬の輝きに心を寄せていたかを今に伝えているのです。
結び、時代を超えてつながる両の心。明治、大正、昭和、そして令和、時代は移り変わっても私たちが金魚を見て涼しいと感じるその心は江戸の人々とつながっています。効率やスピードが求められる現代だからこそ、時には江戸っ子のように水面を泳ぐ小さな命をぼーっと眺めてみてはいかがでしょうか。そこには数百年前から変わらない静かで豊かな時間が流れているはずです。それではまた次の歴史の扉でお会いしましょう。ヨッシーでした。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。